皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は日本の空の大動脈 ANA ホールディングス9202の点検を行います。本日2026年3月の最新決算が発表されたばかりですが、なんと株価は2601.5 円まで下落し、年初来安値を更新してしまいました。しかしその裏で実は増配という嬉しいサプライズ発表も飛び出しています。一方で界隈では SFC スーパーフライヤーズカード解約で一生もの崩壊というニュースが大バズりしており、現場は非常に騒がしい状態です。今回はこの大炎上の裏側にある JAL との違いも比較しながら、果たして今は絶好の買い場なのか、しっかりと安全点検を行っていきます。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。配当利回りは 2.50%、 増配後ベースで試算し、目安の 3.0% 以上に対して判定は×。 ROE 稼ぐ力は 12.9%、 目安の 10.0% 以上に対して判定は丸。自己資本比率倒産しにくさは 37.7%、 目安の 50.0% 以上に対して判定は×。配当成功利益に対するお小遣いの割合は 18.1%、 目安の 50.0% 以下に対して判定は丸。補足として営業キャッシュフローは4434億円のプラスで判定は丸。判定としては配当利回りは少し物足りない水準ですが、本業で現金を稼ぐエンジンの出力である営業キャッシュフローはしっかりとプラスを叩き出しており、稼ぐ力は申し分ありません。次にこの会社がどこで稼いでいるのか、事業の柱を点検します。最新の決算書によると、内部売上などを含めた売上高の 78.6% である2兆3132億円を航空事業が稼ぎ出しています。残りは航空関連事業が 12.3% と商社事業が 5.2% と続きますが、まさに飛行機を飛ばしてなんぼの会社です。さて、ここで避けては通れないのが、ネット上でさすがにやりすぎ、解約で破滅と大炎上している SFC 解約の件です。これまで一度取得すれば一生ものと言われていた上級会員資格が、年間300万円の決済をしないとラウンジ利用などが剥奪されてしまうというものです。なぜ ANA は既存会員にまで大なたを振るう決断をしたのでしょうか。実はANA の大炎上の引き金となったのはライバルの JAL なんです。 JAL が先に上級会員制度である JGC を改定した際、既存会員の待遇は維持しつつ、新規取得の基準を大幅に引き上げました。その結果、皮肉なことにステータスを求める修行僧たちがまだ旧制度で新規取得しやすかった ANA へと一気に集中してしまったのです。これによって ANA のラウンジは常時満席となり、現在進行形で会社に利益をもたらしている本当の上得客がサービスを受けられないという本末転倒な時代に陥ってしまいました。つまり今回の改定は一部の会員から見れば解約ですが、会社目線から見れば本当に大切な有料顧客のサービス品質を守るための背に腹は変えられない前向きな構造改革と言えるのです。続いて業績の軌跡を点検します。過去5年の推移を見ていきましょう。コロナ禍という未曾有の危機により、2022年3月には営業利益がマイナス1731億円という赤字に陥り、一時は危機に立たされました。しかしそこから現場の懸命なコスト削減と旺盛な訪日客需要の回復という追い風に乗り、見事なブリジ回復を果たしました。そして本日の最新決算2026年3月では、売上高が2兆5392億円、営業利益が2174億円と過去最高レベルの業績を叩き出しています。これはコロナ前の水準を大きく超える非常に力強いトレンドです。次は会社の現行状態を見る財務の深掘り点検です。現金同等物は7363億円とたっぷりと確保されており、急なトラブルが起きても十分に対応できるだけの安全な防具を備えています。銀行などから借りている有利子負債、借金は1兆1717億円ありますが、
前期末から1773億円も借金を減らしており、財務の健全化に向けて着実に片付け作業を進めています。会社が自前で持っている安全な貯金箱の割合である自己資本比率も 37.7% まで回復しており、コロナ禍で傷ついた会社の体力は着実に戻ってきています。お次は株主の皆様への還元姿勢、配当と配当成功の点検です。コロナ禍の苦しい時期は無配が続いていましたが、2024年3月期に50円で復配を果たし、2025年3月期は60円となっていました。そして今期2026年3月期は本日65円への増配が発表されました。さらに見逃せないのが自己株式の取得を実行している点です。発行済みの株式数を減らすことで1株当たりの価値を高めるという株主思いの非常に強い姿勢がうかがえます。利益のうちどれくらいを配当に回すかを示す配当成功も 18.1% とまだまだ無理をしていない安全な水準です。直近決算と将来目標です。最新の決算を裏読みしていきましょう。2026年3月期の売上高は2兆5392億円、前期比 12.3% 増と国際線旅客中心に航空事業が好調に推移しました。日本貨物航空 NCA を連結子会社化したことで旅客と貨物の両輪で稼げる強い構造へと進化しています。一方で今後のリスクとして中東情勢の影響による燃油価格の高騰や環境対策コストの増加など厳しい逆風も存在しており、これが市場の警戒感につながっていると考えられます。それではチャートと需給の点検です。本日の株価は 2601.5 円で見事に年初来安値を更新してしまいました。今年2月につけた高値の3419円から大きく滑り落ちている状態です。需給面を見ると信用倍率が 10.35 倍となっており、信用改ざんが約173万株と積み上がっています。いずれ上がるだろうと借金をして買っている人が多いため、上値が重く株価が上がろうとすると売りが降ってきやすいしこりが残った状態と言えます。それでは結論、のんびりの判定です。現在の ANA ホールディングスは監視リストに入れつつパニック売りが落ち着いたところを狙うという判定にいたします。業績自体は過去最高レベルで回復しており、増配という株主還元強化の姿勢も明確です。炎上している SFC 制度の改定もブランド価値と有料顧客を守るための正しい経営判断と言えます。しかし需給が重く株価が下落トレンドにある今、慌てて落ちてくるナイフをつかむのは危険です。安全なエントリーの目安となる理想の指値ですが、今回の増配65円をベースに配当利回りが 3% になる2166円付近を一つのターゲットラインとして引きつけるか、チャートの明確な底打ちを確認してから作業に入るのが安全な手順です。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。